今回は S3 とオフラインサポートのサーバーレス、REST API アルファをご紹介します。環境はサーバーレスフレームワーク入門で、作業したものをそのまま使うことにします。それではリビルドします。最初にプロジェクトを作成。あれ？スペルが間違っていますね。ストレージに読み替えてください。カレントディレクトリの移動。初期化してパッケージ JSON を作成します。AWS、SDK とフォームデータ解析用ライブラリをインストールします。ここで時間があるので S3 のアップロード方式についてご紹介します。ダイレクト方式、勝手に名称をつけてます。ブラウザ等から直接 S3 にアップロードします。AWS、SDK から直接アップロードするので、一番単純です。しかし、S3 へのクレデンシャル情報が必要です。そのためセキュリティ上、好ましくありません。おっと、終わったようです。ローカル用のプラグインをインストールします。サーバーレス、S3、ローカルについては以下を参照してください。NPM でインストールするのは、インストーラーのようですね。プラグインのインストールが必要です。サーバーレスYAMLにはプラグインとカスタムが必要ですね。サーバーレス、S3、ローカルのエミュレートには Web サーバーを使用しているようです。先ほどのアップロード方式のご紹介の続きです。ダイレクト方式は今回この動画では扱いません。以下を参照してください。一通り揃っているのでブラウザで組む場合はとても参考になるページですね。次にご紹介するのは API 経由でアクセスする方式です。API で内部を隠蔽できるので、セキュリティに好ましい方式です。ただし、サーバーレスの場合、ラムダのペイロード最大サイズは 6MB です。そのため動画のような大きなファイルをアップロードする用途には向きません。EC2 を使用したサーバーを構築する場合は問題ありません。3番目にご紹介する方式は署名付き URL を取得してアップロードする方式です。URL は制限時間内にアップロードを開始しなければ無効になってしまいますので、限定的に開放する感じです。アップロードはダイレクトに行えるので、S3 の限界 5GB のファイルをアップロードできます。5GB を超えるファイルをアップロードするには、分割アップロードをする必要があります。今回は分割アップロードについてはご紹介しません。インストールが終わりました。サーバーレスYAMLを編集します。ファンクション、セクションを定義します。フォームデータでファイルをアップロードする API です。HTML でファイルをアップロードするオーソドックスな方法です。見やすいように余計なコメントは削除します。次は署名付き URL でアップロード、ダウンロードする API です。ファイルリストを取得する API、ファイルを削除する API。API ゲートウェイのリソースを指定、バケット名を受け渡すために環境変数に出力します。S3 のアクセス権限を設定します。注意してほしいのは、アスター、月と、なしのリソースを指定することです。ファイルリストを見るためには、アスター、なしのバケット自体に権限が必要となります。アスター、ありはファイル操作に必要です。必要最低限の指定方法をコメントアウトして載せておきます。S3 のリソースを定義します。ラムダと S3 でリソースが変わるのでオリジン間リソース共有、コルスの指定が必須となります。最後にローカルデバッグ用のプラグインを定義します。バケット名を一元管理するため、カスタム、セクションで定義します。サーバーレス、S3、ローカルにもカスタム、リソースが必要になります。添付、以下にファイルが保存されます。
ハンドラー、JS を編集します。S3 オブジェクトはローカルと AWS で切り替えます。また署名付き URL を扱う場合、署名バージョン4の指定が必須となります。フォームデータの解析をして、アップロードファイルを S3 に保存するメソッドです。フォームデータの解析には、バスボーイを使用しています。とりあえず巨大ファイル、EC2 点用でも保存できるように S3 アップロードを使用しています。使用方法は以下のページを参照してください。S3 の SDK のマニュアルは以下を参照してください。コルス用ヘッダーの定義、成功、エラー時のレスポンスメソッド。フォーム用の HTML 取得 API、アップロード API、署名付き URL 用の HTML 取得 API。AJAX には、アクシオスを使用しています。なんといってもプログレスを表示するのが簡単です。またプログレスバーには、プログレスバー JS を使用しています。使用したいプログレスからソースをコピペするだけで使用できます。変えたところといえば、デュレーションを例にしたくらいです。署名 URL を取得するためのメソッド、アップロード用とダウンロード用 API、ファイルリストを取得する API、ファイル削除用 API、ファイル名を URL パラメータに使用している API では URL エンコードを考慮していません。そのためファイル名は変換の必要ない英数字のものにしてください。サーバーレス S3 ローカルをインストールします。ランチ JSON を編集します。既存の設定のネームを変更。今回のストレージ用に設定を追加。パッケージ JSON を編集。使いやすいようにスクリプトを追加。ローカル S3 用のフォルダーを作成。デバッグ起動のためにブレイクポイントを設定しておきましょう。それではローカルで確かめてみましょう。デバッガーをアタッチします。まずはフォームからのアップロードを試しましょう。小さなファイルをドラッグ、&ドロップ、アップロード。ブレイクポイントで止まりました。正常に動作していますね。保存したファイル情報とダウンロードができる署名付き URL を返します。指定したフォルダーにファイルができていますね。署名付き URL からダウンロードしてみましょう。ダウンロードできました。次は 400MB くらいある動画ファイルをアップロードしてみましょう。なんと、サーバーレス、オフライン、ラムダのペイロードサイズをエミュレートして測れないようですね。そして、サーバーレス、S3、ローカル、10MB の制限があるようです。次は署名式 URL 方式を試します。あれ？エラーでアップロードできませんね。ブラウザのデベロッパーツールで見てみましょう。コンソールを確認します。コルスのエラーです。S3 のコルス設定はエミュレートしてくれないようです。設定方法があるかもしれません。情報をお持ちの方はコメント欄お願いします。デバッグ起動を停止します。
AWS にデプロイします。AWS を確認してみましょう。クラウドフォーメーション。ラムダ。S3。まだバケット内はからですね。フォームからのアップロードから見てみましょう。成功です。署名付き URL で、ダウンロードもできました。S3 のファイルも確認できました。署名付き URL 方式で、アップロードしてみます。小さいサイズのファイルは一瞬で、アップロードできました。次は 400MB の動画ファイルをアップロード。4倍速で早送り。ダウンロードしてみます。4倍速で早送り。ファイルリストを取得。ファイルを削除してみます。削除されたのが確認できました。今回作成したソースコードは Git にアップしておきます。概要欄を参照してください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。